インプランというものは病院側のぼったくりかなと思ったいや、そういうふうに思われる方多い。やったら安いもんだと思った。肉がもう大好きでさ、食べれるもん毎日。180度違う世界って感じ。肉いかせていただきます。はい、今日はですね、美味しいステーキが食べられる民芸割烹八雲さんに来ました。まだやっぱね、食事してみんとどうなのかやっぱ分かんないもんで。今回の趣旨は僕としては本当はこれが一番やりたかったんですよ。ご飯が本当に美味しく食べることができてるのか、食べてらっしゃるんだろうなってずっと思って治療してきたわけなんですよ、歯科医師として。でも本当にこうやって治療後一緒にご飯を食べるなんていうことはないんですよね。ないですし、本音言っていいですか、はい、怖いんです。その前の段階がすごい大変だった。食べれないから麺類ばっかしを作らなきゃいけなくて、私がその方が大変だ。今はもう考えずメニューは決めれるけど。いいですね。何でも今も牛のたたきでございます。歯入ってから太った。食べるもん食べるからですよね。いや、みんな本当そうで幸せなことだと思います。でも健康に気をつけながら美味しいものを食べていただいて、だから今ステーキばっかしたうち。いいですね。肉がもう大好きでさ、今日もお肉ですから、はい、めちゃくちゃ美味しいお肉。でも顔色良くなりました。あ、本当？噛むからね。あと佐々木さんがやっぱり表情が良くなったって言ってました。これは本当です。前は口あんま開けんかったから喋るのにもやっぱこう今もう全然気にせず普通に。本当初心で来られた時は彼女の表現ですけれども、どんな人かなってちょっとなんか少し怒ってらっしゃるのかなみたいな。いや、全然もう多少はあったみたいなんですよ。多分やっぱり噛めないし愉快じゃないから、そういうご自身の悩みっていうものが多少はあったんだと思うんです。ちょっと闇の部分が多分あったんだと思うんですけれど、やっぱり人間関係がまたできてくるとまたね、お互い違うわけなんですけど、なんか歯が入って表情が全然違うから本当良かったって言って。で誕生日だったじゃないですか、あれも彼女のアイデアですから僕たちのあれじゃなくて、彼女がちょうど日にちがね誕生日の日に入るってなって、誕生日に入るのかいう話。あれは偶然でした、でもう彼女が気づいて、だったら私こういうふうにしたいんですけど先生いいですかって聞いてくれて、もう絶対その方がいいよっていう話。本当偶然は偶然だったんですけど、11、2ちょうど4ヶ月。そうですね。3キロぐらい太った。予定もいいです。私自身この瞬間を楽しみにしてましたし、本当楽しんでいただけたらなというふうに思っていて、一つはもちろん僕がそういうふうにこういうことをやってみたかったっていうのもあるんですけど、もう一つは美味しいものを本当に治療の後に食べれてるんだっていう映像が撮れて、それをイメージを持って期待感をある程度持って治療に進んでいける方が一人でも増えたらいいなっていうふうに思って、なのであまり別にシナリオもなくてですね、とにかく美味しいご飯が食べれたらいいなと思っております。治療終了おめでとうございます。今日は本当にありがとうございます。乾杯。ありがとうございます。はい、どうも乾杯。いきますね。これが一日の楽しみ。もう毎週土曜日やっとるんですよ、オペは。そうですね。でもオペじゃない日もありますけど、実は明日オールオンフォーです。ぶっちゃけ俺一言言うと、オールオンじゃないけどインプラントって最初勧められた時、どうしますかって言われてインプラントやりますかって。俺その時はインプラントというものは俺病院側のぼったくりかなと思ってた。言葉悪いけどいや、そういうふうに思われる方多い。ぼったくりだろうと俺思ったの。1本だいたいいろいろ見るとね30万40万するってね、そんなもんやれるわけねえなよ思って、そして今度オールオンフォーっていう話をちらっと聞いて、何この金額とでもやったら安いもんだと思った。やったらね食べれるもん毎日。そうなんですよね。それ同じこと皆さんおっしゃいます。食べれる。
ね、ほんと最初何や思ってさ、競馬で万馬券でも当てなあかんがや思ってたけど宝くじでもみたいな。宝くじでもほんとだけどね、やってみてよかったなと、本当これは本当正直思う。皆さんその部分はもう皆さんほんと共通。見た目がっていうところは人それぞれなんですよ、なんだけどご飯が美味しく食べられるっていうことに関してはもう皆さん絶対的にやってるから、別世界になった。本当そうに別世界になったっていうことも皆さんおっしゃる、本当にそれは思う。食べられない苦しさっていうのもまたそういう状態になられた方しかわからないんですよね。よかったです。本当最初はね、本当にいいのかよと思ったけどね僕はカリバが割れた時にびっくりしました。割れたーみたいな話になって、いやいいよ、その分先生もさ、対処の仕方があるが、そっからどういうふうにすればいいかって。まあでも割れちゃいけないって話でしたからね。血の気引いたもん。僕も血の気引きましたよ。だって佐々木さんが連絡してきてどうもカリバが割れたそうですって、すぐ呼んでって話になりましたから、なんとかしてすぐ呼んでって言って、まあ結果的にはそんなに大きな問題ではなかったのでかける感じだったから良かったでしたけどね、あの時も飲んでて普通にそれなりに食べとって、やっぱ酔っ払うと調子こいてね、砂肝を食べたの。噛んだ瞬間パキッ一気に酔いが覚めて、はい、それからですね、砂肝を食べてはいけないって全ての患者さんに僕言うようになりました、本当にあれは焦ったよ。本当焼き鳥お好きとかいう話ありましたよね、やっぱそういうものが美味しいじゃんね。そう思って、そう久々に食ってみたら、あらまあやっちゃったみたいに。いやわかりますわかります。そういう噛み応えのあるものをこう噛むっていうのはいいですよ。そうか、カリバだったんだって感じででもカリバと忘れるぐらいのお気持ちだったっていうのは嬉しいですね。せっかくなのですいません、ちょっと箸進めていただいて、いただきます。これホタルイカですね。美味しいですよ、ホタルイカ味噌和えで。こういうネギなんかは結構歯が悪い方は苦手なんですよね。九州が一文字ってわかります？分け木のこと。あれをぐるぐるにして一文字のぐるぐるっていうのが熊本の名物なんですわ。それを味噌和えして食うとうまいですわ。親が熊本なの。二人とも熊本なので。本当 FDA で1本で今いけますから。ああ、そうですよね。はい。いろいろと向こうにも友人の歯科医師がいてたまに行きます。ぜひ肉を食べましょう。じゃあ肉いかせていただきます。柔らか。柔らかい。ついついやっぱ肉こっちいっちゃう。意識してこっちでも噛むようにして。そうしてください。股関節の多分ね感じもまた変わってくるので、そこは一緒にずっとこの歯を使っていくことになりますから。正直何年ぐらいそのメンテナンスしながら、どれぐらい持つもんだ。もう基本的にはずっと一緒。あれって10年って言いません？ただ10年には何の根拠があるかさっぱり僕には分からないんだけど、僕がやったインプラントの患者さんで10年でどうこうなった方なんてそんなにいないんだけど、それは糖尿病とかね、そのいろいろとあると問題が出てくることはあるんだけれども、普通にすれば別にちゃんとメンテナンスして普通にしててっていうところで、あとは特段の問題がなければ10年なんていう話はどうしてそういう話になるのかさっぱりわからない。よくなんか10年とか書かれてますね。よく言うとる。ブリッジは何年、クラウンは何年なんてありますけど、どこかにそういう平均的な何かあるのかもしれないけど、平均で10年っていうのはちょっと短いような気がする。10年だったら高えなと思うし。そう、僕も10年ではちょっとなっていう感じはしますけどね。ただ歯に関しては多少消耗していきます。使えば使うほど。だからそこは何かしらの交換だったりとかはあるかもしれない。でもないかもしれない。このままずっとこの。だけどそこに問題がないかどうかをやっぱり一緒に見ていくって感じですよね。美味しいものがずっと食べれないといけない。せっかくやったのにね、食べれんかったら何のためやったのいや困ります本当。このためにやった。そうお母さんに頭下げてさ、お願い。頭下げてないけど。下げたし。下げてないけど、やるって言ったら終わり。でもさ、いや実際その金額は高いよ。
高いですよ。高いけど、やってみたら出して価値あるなと。やっぱこうなった人にしかそれは分からんと思う、でやりたいっていう人おったらやった方がいいよと俺勧めれる、自分やったから、自分そうやって言ってるけど手術などすっごい大変だったんだようちら。痛いからさ何も食べれないからイライラしてるしあのね手術の後はどうしてもやっぱり食事には困りますよね。ちょっとだけ食べれるんだけどっていうね。俺あれが一番嫌だった。なんかやる時のこの麻酔、あれが一番痛くて何本もポン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 打つもんでそうですね。麻酔が一番痛くて、あれ今改良されました。もうちょい待ちゃよかったかなこの前薬剤が新しいのが承認されたんですよ。海外では当たり前だったんですけど、すんごいよく効くやつが出ましたから。普通の歯の時もそれを使うの？一応使えますけれど、普通の歯の時はあんまり使わない。効きにくい時に使ったりするんですけど、ちょっと実は高いので。麻酔自体が。その通りです。でも打つのは痛いですよね。まあうまくやらないかんのやけどね。すっごいこのね裏側に打たれる麻酔がむっちゃ痛くて、あれさえなきゃ別に何でもねえわって感じなんだけど、あれだけ俺ほんと涙出てきたもん。他の別にそんな痛いっていうあれないんだけど、麻酔だけが一番痛かった。なんでこんなに痛いの何本も打つって感じで、全部打たなあかんですからね。どうぞ食べてください。はい。今回そもそも硬いものが食べれるようになるのにこんな美味しい柔らかい肉でいいのかっていう話があってそういえばそうかったかなっていう言ってたもんね家で。柔らかいの歯なくても食えるからめちゃめちゃ美味しいですからね俺チョコレート菓子の豆が入ってるやつ、チョコボールみたいな。じゃなくてもっと大きいマカダミアナッツとか、アーモンドチョコとか、アーモンドチョコ、あれが好きで前ここだけ生きとる時によく食べとったもん。もうこれがダメになったらダメだよ。噛めるとこがなくなるとポリポリっと食うのはもうちょっと大変ですよね。今なんかバカバカ食っちゃって3キロ太っちゃってマカダミアナッツが一番好きかな。コストコ行くと箱買いしてくるし。箱買い糖尿だけ気をつけてください。危ないって言われるような体型するじゃんね。病院行くと全然一応半年に1回は血液検査してるもんね。半年じゃないよ、2ヶ月か3ヶ月に1回血液は、であればよかった。ただ尿酸値は高い。大丈夫。俺ね10になっても発作出ない。専門の先生とよくお話をいただいて、で調子こいてるといいかもね。やっぱり食べ過ぎが一番ね、あと運動不足。運動なんか何にもしない。動くこと嫌いだから。ネギも全然問題ないですね。全然ネギ大好きだもんな。麦は割と嫌がられる食材の一つですね。食べにくいっていうことで。いや全然 OK ですよ。あとこういうネギの小さいのも入れ歯の方なんかだと中に入るからやっぱり嫌だって、隙間から入っちゃうもんね。隙間から入ってくるから嫌だって言われますよね。ポリグリップで押さえとっただけだから何も噛めんかったもんね。でももう今はもうほんと180度違う世界って感じ。その当時ともう食べるものが全部変わったから生活が変わってっていうことをおっしゃいますし、本当女性の方なんかだとやっぱ綺麗な歯が入ると化粧が変わり髪型変わり服装変わりっていう風に変わってきますね。俺も変えようかな。表情が佐々木曰くもう全然違うっておっしゃってました。おっしゃってましたって言い方変か言ってました。そんなあれ風に見られとったかな最初は。悩んでらっしゃる感じだったって感じ、苦痛そうだったって言ってましたよ。いや行くたんびに怒って帰ってきてたから最初はな、思うようにならないので、いやみんなそうですよ。やっぱり期待感はあれど、なんか違うな、もっと良くならんのかなっていうところのやっぱりありますよ。入れ歯入れても飯食えんしなで、全然合わんがやっていう時あったもんね。えらい文句言ったことあるもん。こんな不良品なら作りなさいって。お金まで払ってね。そう金払っとんのになんお前不良品だわやって。やっぱりね思うようにならないとみんなそれありますよね。でもなかなかねその限界っていうものがありますね、一つ一つ。いや分かっとるんだよそれは。分かっとるんだけどやっぱみんな同じです。そう、分かっとるんだけどやっぱりこっちとしてはっていうのが。だからそういう中でオールオン4っていう話だったりインプラントって話がやっぱりどうしても出てくるわけなんですよね。
であとはやっぱりできる方とできない方がいらっしゃる。だけどお金のところで言うと高いんだけれども、やっぱりやられた方のその喜びっていうものは、本当目先は高いけど長い目で見れば安い。みんな同じことをおっしゃいますね。本当そまあこうやって食事が食べれるっていうのはう。全然もう本当最高。楽しみですもんね。そう、もうだから帰ってからもう飲んで食べてもうすぐ寝る。まああれ朝早いものは家すぐ寝るんだけど、やっぱそれが一日の楽しみでね。作るものも増えましたし。いや前の方が作るもん2つ作らなかったから、俺用と子供用と。今は一緒でいいから。楽になったってことですよね。そうそうそう、よかったです。とにかくラーメンが多かっ麺類が多くなっちゃうんですよね。こう流せるものがお茶漬けとか、そういうもの多いですよね。飲まれる方なんかはどうしても。た。だからチャーシュー作ったりしてたから、そっちの方が時間ずっと取られてて、前は自分も働いてたからもう帰ってきて買い物して食べれるもん作らなきゃいけないから、それは大変だった。でももう何でも食べれるようになったから楽は楽だね今。で前すごい野菜が好きだったの。あ、そう。はいい頃は、はいはい。まあはいっても差し渡ったんだけど、悪くなったら全然食べなくなったもんね。噛めないから。硬いって言って。野菜がですね。野菜がもう、あ、きゅうりとか。じゃなくてレタスとかキレタスャベツ。とかキャベツ千切りとか、もうそれがもう硬いって感覚だったの。昔はすごい好きだったのね。それを食べんくなった。それがやっぱこうなってくるともう野菜大好きだからうちの食堂ない野菜がない。今なんかもう絶対レタス出せっていうの。きゅうりとレタスが好きなの。であとは玉ねぎを焼いたりスライスしたり、それぐらいしか食べないから。食の種類が豊富になりますね。だから豚汁作っても大根とか硬いから、残してたのそうそうそうが全部食べれるわけですよね。また何でも食べれる。魚の骨が出せなくて、そうこう小骨入れ歯の時は分からんの。その骨がどこにあるかわからないんですね。感覚がないから。感覚がないから、でやっぱり引っ掛けちゃう。それがこのおろんをちょっと薄くなるが、はいはいはい。そうするとあこれ骨っつってわかる。わかる。それ僕初めて聞きました。焼き魚だから骨なしのサバとかね、を買ってきて焼いたりしてたから、だから魚も今食べれるようになったし。魚が食べやすくなるっていうのを初めて聞きました。小骨が分かる。前は分からなかったから入れ歯の時は。いやそれは新しい僕も発見でした。魚も食べるようになったし、お肉も食べるようになったから、麺類がなくなったかな。ステーキ、はい。この後しゃぶしゃぶは来ると思いますよ。もうちょっと刺激のあるやつが食べたい感じ。贅沢。いやどういう意味ですか。もうちょっと筋っぽいのが。そういうことね。家帰って筋カレー食べて。せっかくなんでやっぱりいい店をね、食事をしていただこうっていう話だったんですけど、それこそ奥山が「徳倉さんだいぶ柔らかい肉なんですけど大丈夫ですか?」って話になって面白かったです。まあこれはこれでね、全然本当。噛めば噛むほど肉も美味しく肉汁を楽しむことができるので、まあそういう意味では柔らかくても、いいかなって思いました。美味しいです。でも今度はあれですね、どこまで硬い肉を食べれるかっていうのを第2弾やりますか。いいなそれ。売れたらどうすんの。手羽先の骨もガリっていっちゃう。食べるわけじゃないんだけど、手羽先骨までガリっていっちゃう。全然苦にならん。それがガリガリやるといかんな思ってそれ以上はやらんよ。けどそれでも全然苦にならんぐらい。そうですね、それぐらいのことでは全然、大丈夫だと思います。全然苦にならんくなったかな、そういうのガッて噛んでも。前だとすぐやべ取れちゃうって思ってたけど、なんか歯をかばいながら食べるってみんな言いますよね。一番美味しいのがやっぱ麺類になっちゃう。その食べれない時はそうなっちゃうってことですよね。もうスープの味で楽しむような感じになってきますよね。まあとにかく食べるということに躊躇がなくなりましたね。何でもいけちゃうかな。そうだね、あれからずっと食べ詰めだね。
食べる終わってからやっぱ食べるってことはいいことだと思う。いや本当そう言っていただいて何よりです本当に。でこの徳ラシカっていうのも正直ね知らんかったの俺。はい言っといじゃあたここは言っとったの、はいやっぱり知っとる。でも地元だもんではいだけど俺なんだそれと思っとったの正直。でいろいろとこう土日とこ別のとこ回ってで家の近所にできたとこに行った時にこの歯が取れたからちょっとやってくれた。あ今日はできません。はっていやこっちもう飯食えんのだから何とかしてくれって言って、無理ですそれ言ったら前はお前のとこ行けへんっつってそれで徳良さん電話してじゃあすぐ来てくださいとそれから行くようになったんですよ。だってさ飯食えんのにさ今日はできませんって言われたら火つけたろうかな思うもん。いやまあそれは気持ち的にね気持ち的にそうそうでもそれぐらい食べれないってことは苦痛なんですよ。そうなの、うんでそれから行くようになって、まあ土日やっとるで仕事に合わせれるなと、やっぱり土日しか来れない方って結構いらっしゃいますからね。大きいよやっぱり土日やってるやってないが、最近は土曜日は午前中だけとかね、うんで日曜日やってるなんてまずないので、まあ、なかなかいつまでやれるかわからないけど行ってよかったな本当に今こうありがとうございますでそう言っていただけるとまあでも本当もうなんかこんなにたくさんいろんなものをしっかりと食べていただけるようになったなと思うと全然もう何でも食べれるよ今ここまで喜んでいただける治療っていうのもあんまり他にないんですよね。一本の歯を治してね、まあ、当たり前食べれて当たり前だけども全くこう食べれなくて食べるということにすごく悩んでた方がこうやって劇的に変われるっていうのはやっぱりこの医療は僕はいい医療だなと思います絶対いいと思うね本当に。はいなかなか受ける方も大変ですしやる方も大変ですからそういう意味ではちょっとこう乗り越えなきゃいけないところっていうのはいろいろあるけれどもちゃんと乗り越えれればということで今日はありがとうございました。本当にもう一杯飲んでいいですか。どうぞ飲んでください。やっぱりこれだけ人がいると食べにくいじゃないですか。それで後半の食事はお二人で楽しんでいただこうかなということで実はご用意してあります。では一旦はいありがとうございます。こちらこそありがとうございました。一つ聞いてどこ産の牛です。仙台牛。おお。本日のおでございます。お戻りの方でよろしいですか。はいあ、いいな。あ、置いてこうかな。置いてきゃ。おお、すごい。はい、今日はですね、患者さんと治療が終わった方とですね、美味しいご飯を食べるっていうそういった企画を行うことができました。実はこれ僕としては人生初なんですね。僕たち歯科医師というのは実際患者さんが治療が終わった後本当に美味しいご飯が食べれてるのかどうかってわからないわけなんですよ。特にこういったオールオン4と呼ばれるような大きな手術をした場合もしかしたら患者さんは忖度して大丈夫だよ先生食べれてるよって言ってくれてるのかもしれないなんて思うわけですね。食べれてると思うんだけれどでそういうことで、今回はですね、患者さんが大好きなステーキ美味しいお肉を食べていただくということで、こちらの方に来させていただいて、実際に一緒にご飯を食べるっていうことをしました。本当に喜んでいただいているっていうことが実感として分かってですね私歯科医師として本当にこの職業になってよかったなと思いますしこういった治療をですね、頑張って習得して皆さんに提供できることが嬉しいなというふうに思いました。これからもですね、このいい治療オールオン4というこのインプラント治療をですね、たくさんの方に提供できるように私たちの医院で設備を整えて環境を整えて快適に皆さんがこういった治療を受けられるように頑張っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。